おはようございます。今回は何の作物を作っているか、面積はどのくらいなのかを紹介していく動画です。全部で10種類くらいあるので、順番に紹介していきます。最初目は小麦畑です。去年の9月末頃に種をまいて、来週には収穫予定です。もともとは緑色だったんですけど、とってもいい色になりました。小麦畑は4箇所あります。中でも一番広いのが今歩いている小麦畑です。面積は4丁4単なので12000坪と1200だよね。なので13200坪、すごい広いんですけど、収穫の時はコンバインという機械を使うんですよ。トラクターとかとは比にならないくらい大きい機械なので、意外と収穫はあっという間です。ここは結構小麦が倒れています。2週間前くらいに強風が吹いて、それで大きく成長してたものは倒れてしまいました。まるで絨毯のようにぺっちゃんこになってます。とは言っても収穫はできます。ちょっとロスは出るんですけど、虫やば、いい色ですね。じゃあ次の畑に向かいます。虫。次に紹介するのは芋畑です。芋畑は3箇所に分かれていて、ここは1丁7単なので5100坪あります。4月の中旬に畑植え付けました。でそこから芽が出たところに培土をして、あっという間にここまで大きくなりました。芋の植え付けは別の動画でも出ているので、もしよかったら見てみてください。少し成長が進んでいそうなところを一度試し掘りしてみます。いい感じにいっぱいなっていました。そしてここは面積が4丁と3単なので12900坪です。メイクインはピンクの花が咲くんですけど、だいぶねもう落ち着いてきました。で収穫する時は機械でこの葉っぱの部分、茎の部分を全部買ってしまうので、結構ね雑草ももさもさ生えてくるんですけど問題ないです。で芋は小麦のコンバインで刈るのとは違くて結構時間がかかります。だいたい早いと、お盆くらいから収穫が始まるんですけど、今年は7丁
だから2万1000坪もあるので、多分1ヶ月ぐらい収穫にかかるんじゃないかなって思っています。そして芋畑の隣にはビート天才があります。ここの面積は2丁5単で7500坪です。ビートは葉っぱの部分ではなく、この根っこの部分を収穫します。大根とか株みたいな感じ。この白い部分ですね。こういう感じになってます。ちょうど落ちてた。これがもともとビートが入っていた筒です。すごい大きくなったね。ビートは芋の植え付けが終わって4月下旬頃に畑へ植え付けました。ただその前に苗を作ることから始まるので、3月からハウスで育てていました。こちらも動画にしているので、もしよければ見てみてください。小豆畑です。面積は1丁1単3300坪になります。小豆はあんこの原料、あんこです。小豆は5月の下旬に植え付けをしています。去年は北海道の割には結構暑い日が続いて、小豆が二次成長してしまって大変だったので、今年もそれを考えて去年よりも10日くらい遅く植えてます。なので他の農家さんよりはちょっとちっちゃいのかもしれないです。早いところは花が咲き始めました。だいたい8月には実がなって、9月に実が枯れ出して、10月に収穫になります。絹さやです。絹さやは今年で4年目になります。先ほどまで紹介した小麦と芋と小豆とビートをずっとねやってたんですけど、ちょっとそれだと時間が余るなって感じだったので始めてみました。最初は120メートルから始めたんですけど、毎年どんどん量を増やしていって、今年は1キロメートル、なんと1キロメートルも作ってしまいました。葉っぱも緑で実も緑色なので結構分かりづらいです。こういうのとかこういうのとか。そして今年からスナップエンドウも始めました。スナップエンドウは250メートルっていうか250メートル合わせて1キロです。なので絹さや750メートルのスナップ
250m で今年はやってみました。スナップはこんな感じ。これスナップは結構実が大きくなってから収穫するので、絹さやよりは収穫しやすいです。今はもうすごいたくさんなってます。絹さやは1期2期3期と時期をずらして今年はやってみました。で1期目はもうネットの上まで来てて、だいぶ今は落ち着いている状態です。で隣の2期目はやっと花が咲いて実がついてきました。まだこんだけ。そして3期目は本当にこの前7月の上旬に植えたばかりなので、ちょっと実が出てきたかなっていう程度です。だいたい植え付けてから1ヶ月半頃から収穫できるようになるので、7月頭に植えたら8月中旬くらいから取れるとは思います。そして絹さやの隣にはかぼちゃ畑があります。面積は8反なので2400坪になります。品種は栗将軍です。4月の末頃からハウスの中で種を植えて苗を育て始めて、5月の下旬に畑で植え付けました。もうだいぶつるが伸びて、わかるかな、通路が塞がってきました。一応8月入ってから収穫しようかなって思ってます。あとかぼちゃの受粉のためにミツバチを飼っています。よいしょ。これミツバチの巣です。この中に3000匹のミツバチが住んでいます。そしてこちらがさつまいも畑です。さつまいもは去年から始めました。去年は2世とかだったかな。なので60坪くらい。ちょっと今年は何坪なんでしょう。去年は紅はるかを植えたんですけど、今年は紅はるかと、シルクスイートを植え付けています。今年はウイルスフリー苗というものを使っています。まあ2年目なのでまだちょっと頑張ります。そしてかぼちゃとさつまいもの間にあるのがコーンです。コーンもね、今年から始めました。何個だっけ、300粒、そんなもんじゃなかったかもしれないんですけど、間にね少しだけ植えています。ぽやぽやが出てきましたね。品種はゴールドラッシュです。
でコーンはもう1種類やっていて、こちらは大和ルージュっていう赤いトウモロコシになります。なのでね、下の方も赤くなって、すごい3メートルくらい高くまで伸びるそうです。こっちの方がちょっと伸びが悪いかなっていう気はします。ちょっと畑の状況にもよるので何とも言えないんですが、そんな感じです。はい、畑から戻ってきました。だいたい小さいものも含めると10種類くらいの作物を育てています。毎年暑い日が続いたり強風になったり何かしらトラブルが起きて豊作なものもあれば不作なものもあります。それを参考に来年はどのくらいの時期に植えようかなっていうのを考えています。かといって天気相手で来年のことなんてはっきりはわからないので、野菜を育てるのって難しいなっていうのを思います。これからまた収穫の様子なども動画にしていくので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。